なんだこれ。お疲れ様。お疲れ様です。これ何？これマスターにぜひ飲んでほしいっていうことで、また新しいウイスキーが届いたんですよ。ハイボール、ソーダ割りが特におすすめだってことなんで、冷凍庫に勝手に冷やしていただきました。お、そう、びっくりしたよ。こんな、何が入ってんのかと思ったよ。こんな顔してる、ディーコンっていうの？はい。スコッチなんだね。はい。面白いボトルだね、これ。日本初上陸のウイスキーで、ちょっと未知の味わいっていうことで、マスターにぜひ。キンキンじゃない？冷凍庫で。昨夜のうちから。3日3晩眠らせてたんだ。そうですね。はい。ああ、そう。一晩ですけど。じゃあちょっとこれハイボールで飲んでみようよ。はい。このボトルは伝統的な銅製のポットスチール、醤油のポットスチールを模したコッパーカラーのボトルですね。またなんか冷えた感じが冷たそうに見えていいね。そうですね。はい。本当にまあそうではないらしいんですけど、銅製に見えるようなデザインで。大変で銅なんか使ったら高くて。そうですよね。よし。でこれハイボールでちょっと1回作ってみるね。はい。一応なんかこれは2024年の4月15日に発売されたプレミアムブレンデッドスコッチウイスキーですね。綺麗な色だね。香りはどうですか？やっぱピーティーな香りがあるね。いただきます。チーズ。おお、ピートの感じ、よく出てるし、あとまとまりもいいね。ちょっと飲んでごらん、これ。すずなんかこういうの、あんまピートの効いたの飲まないだろう。そうですね、正直ちょっと癖のあると言われてるウイスキーはあんまり得意ではない。そうだよな。でもそういう人たちにもちょっと面白いかなとは思うかもしれない、これだったら。癖あるんですけど、どっかこう華やかな感じで自分でも美味しく飲めますね。そうだろう。なんとなくこうコーティングされてる感じが少しシェリーダルっぽさっていうか、優しい感じの味わいをどっかコーティングしながら真ん中にピートがある。アイラ島のモルトウイスキーとは全く違う感じはあるじゃない。ピートは効いてるんだけど。フルーティーさもちょっとある感じがします。もう一杯作るんですか？ちょっとさ、氷なしでさ、一杯？いい？もうぜひ。せっかくだから。なんとかハイボールみたいな。いいでしょ？ジュース。こっちの方が飲みやすい。多分量もあると思うけど、今ほらソーダ結構入ってんじゃん。このくらいの割り具合がいいかもしれない。ちょっと飲んでごらん。キュンと冷えてるのも確かに美味しいけど、またそれはそれでまた軽快だろう。非常に飲みやすくて美味しい。そうね。ピート感、要はちょっとこうスモーキー感とかさ、ちゃんと感じるんだけど、どっか優しいんだよね。そうですね。癖があるウイスキー、スモーキーなウイスキーってよく言うじゃないですか。あれってどういうウイスキー？どういうウイスキーかって、要は本当泥炭って言ってピート、本当なんかいわゆる言ったら簡単な泥を乾燥させて、炭みたいな燃料、でこう麦を炊くみたいなさ、だからそこでその香りがついてってそれをウイスキー作りの工程の中でその香りがよく出たり、あと仕込み水とかそういうのによっても全然違うし、だから要はアイラ島って島の特徴的なウイスキーたちみたいな。一応なんか公開されてる情報で言うと、アイラ島とスペイサイド地方のモルトウイスキーをブレンドして作っているらしいですね。
面白いウイスキーだね。あんまり感じたことないね。もっとカリッとしてんだよね。普通に、例えばなんか10年ぐらいのアイラ島のウイスキーとか、もう少しこう、本当に芯からピートを感じるんだけど、これはもう抜けがいいっていうか、スーッと、なんかピート感が最後残んないっていうか、スッと終わる感じ。心地がいいピートだね、これね。このディーコンは、ビーコン？はい。ディーコン。ディーコン？ディーコンね。ディーコンです。ビーコンじゃないのね。ディーコンです。ベーコンとかじゃないね。ベーコンとかじゃない。ああ、よしよし。ディーコンってどういう意味かっていうと、熟達で堪能な名称っていう意味らしいです。わかんないね。そんなの全然わかんないね。誰がわかるかって難しいね、それ。そうですね。ディーコンね。知性のある方だと。そうだな、ディーコン。ディーコンって覚えればいいんだろ。そうですね、ディーコン。ザ・ディーコンですね。このディーコンは、カクテルの材料としてもおすすめだっていうふうに書いてあるんですけど、マスターだったら、自宅で簡単に作れるカクテルだったらどういうふうに？まあ、そうだな。ジンジャーエールがあったりとか、マミケーラーとかっていうさ、一杯レモン絞ってジンジャーエールどんな感じになるかだね。このくらいちょっと軽めにしようか、家でね。マミケーラー今大体何ミリくらい？これが30ちょっとぐらいかな。このグラスはちょっと大きいからさ。まあでもほんと少し、一たらしでもいいんだな。ジンジャーエールに、レモンジンジャーに。これ結構こう思い切って割っちゃうっていうかさ、若者から飲めよ。ありがとうございます。いただきます。おお、どう？美味しいです。美味しい？めちゃくちゃ美味しいです。これ僕大好きです。あ、そう。やっぱ飲みやすくなるんだろうな。常識を覆したみたいなな。そうですね。スモーキーさが苦手だったんですよ、正直。でもこうやって飲むとそのスモーキーさの良さがめちゃくちゃわかりますね。バランスが取れてる優しさのスモーキーさだから、なんかこう甘いものとか合いそうだし、まあなんかちょっとほんと変なし、ライムとトニックとかでもいいかもしれないし、まあでもジンジャーエールとか一番無難じゃないかな、家で飲むんだったら。すいません、ちょっとマスターもぜひちょっと感想を聞かせてください。これ？美味しいの？美味しい。なんかこのジンジャーの生姜っていう香りはないけどさ、なんかちょっと生姜に近い香りになるな、このスモーキーさと。いいぞっす。なんだこれ。ジュースだよ。スモーキージュース。スモーキージンジャーエールみたいだな。そうですね。そうですね。これ感じねえもん俺今。まあちょっと入ってますけどね。でもいいんじゃないかなこれ。本当に。おすすめだね。この飲み方は。このディーコンはどういう人におすすめですか？ディーコンを知らない人にね。おすすめだね。ディーコン知ってる人にはもう別におすすめしない。そうだろ。間違いないだろ。知らない人におすすめだよ。以上。ぜひ飲んでもらいたいっていうことですか？ディーコン知らなかった人に飲んでもらいたい。って感じのお酒だね。別に本当はウイスキー飲める飲めないとかじゃなくて、ディーコン知らなかった。これ常温のディーコンです。お願いします。このラベルの見た目的にちょっと攻撃的なのかなというか、そんな感じのイメージがあったんですけど、意外と飲んでみたら優しくてびっくりしました。なんかでも確かに特徴あるしな。ザ・ディーコン。ザ・ディーコン。結構怖いね。そうですね。よーく見ると。ちっちゃい子が怖がりそうな。じゃあストレートでちょっと飲んでみようかな。冷やすと冷やさないじゃ全然違うんだね。いやスモーキーだけどフルーティーだね。でもなんかほんと優しさあるね。どんな味わいですか？
ディーコンだね。全然わかんない。うん。甘さがあるね。甘さですか？甘さあるね。うん。だからこれは柔らかさと飲みやすいっていう方には入らないけど、はい、ピートが効いてる割には飲みやすいなと思っちゃうかな。うん、いいよ。ちょっと飲んでみよう。いいですか？うん。ありがとうございます。うん。いただきます。うん。ディーコンか。面白いね。ザ・ディーコン。あ、本当だ。甘さがありますね。なんか甘いよな。うん。僕のイメージしてたナイラ島のウイスキーとは全く違う。うん、そうだね。もっとぐーっと最後の戻ってくる感じもなんかいぶした感じっていうかな。うん、これなんかスーッと中に入ってってくれるっていうかさ。はい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 。うん。なんかそのフルーティーさがあることで、その癖の魅力を感じられるっていうか。良さがわかるっていうかな。まあ逆に本当にスモーキーなのが好きな人には物足りなさを感じてしまうかもしれないけど、ただどっちもいろんな要素を持ってるから本当不思議なウイスキーだね。とにかく、不思議な感じだ。本当いいじゃない。なんかストレートも、いいけどやっぱ際立ってジンジャーエールが美味しかったな。なあ、びっくりしました。なんでだろうな。不思議だよな。全然そのジンジャーエールだからスモーキーさがなくなるんじゃなくて、スモーキーさの良さが引き立つような、なんかな、ちょっとそうだな、今までのウイスキーの常識とはちょっと違うかもしれないね。これは斬新さ、新しさあるかもしれないね。すみません、今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。今日はちょっとマスターにこのザ・ディーコンありがとうございます。はい、していただきました。どうでした今日のテイスティングは？よかったね。本当初めてのものって楽しいね。楽しいですね。ワクワクするね。しかもこれ冷凍庫に入っててびっくりしたけどね。よかったよ、冷やしといて。最初の割ったの冷やしといて正解みたいな。まあ今日はちょっとね、このディーコン、ザ・ディーコン。はい。日本初上陸。テイスティングさせてもらいました。とっても本当に不思議な、魅力的なウイスキーを味わうことができました。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はこんな感じでね。はい。はい。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。お客さんとかにもよく言われるんじゃん。なんか変わったのありますか？はい。ちょっと面白いウイスキーありますかって言っても、大体面白いウイスキーってなんだよと思っちゃうじゃん。飲んだら笑いが止まんねえのかみたいな。いやいや、そこまでは笑えないぐらいのウイスキーあるじゃん。ちょっと笑えないっす、このお会計みたいなさ。いや、俺もそんな簡単に売らないからあれだけどさ、こういうのは本当にもしかしたらバーに1本あったら、本当に面白いウイスキーの一つだ。確かに。だからこれも、おすすめもいくらでもできるし。